おはようございます。本日は2025年の10月28日、今朝5時半ぐらいなんですけども、前回の動画でね、最後の方に言ったと思いますが、これからですね、フランスのパリを出国して、セルビアの首都ベオグラードに向かいます。かねてからバルカン半島のね、様々な国をちょっと行ってみたいなっていう気持ちはもう昔からあったんですけども、なかなかタイミングがなくてですね、今回ね、ちょっと全部は回りきれないんですけど、いくつかの国をちょっとね、周遊していこうかなと思っております。セルビア、コソボ、その辺の国っていうのはね、日本とも結構深い関わりがあったり、現在セルビアが抱えている問題っていうのもだいぶね、深刻で、このチャンネルとしてはですね、セルビアのとあるところにちょっと着目して、見ていこうかなと思っております。日本人の方はね、あんまりバルカン半島、セルビア、コソボ聞いたことあるけど、微妙だよっていう、なんか、そんな情報ないよっていう人が多いと思うんですが、結構ね、日本と深く、関わりも強かったりとかしますし、歴史的背景もそうですしね。今回この動画では、フランスのパリからセルビアに入国して、到着までの、ちょっと移動メインのね、お話になるんですが、その次回以降ですね、セルビア滞在の動画っていうのも出すんですが、少しお話しすると、セルビアがこのヨーロッパ諸国の中で、今ダントツに中国の影響を受けて、いると。お金の面も政治の面もね。で、街にたくさんこう中国人がいて中国タウンみたいになってるという現状があるんですよね。その辺もちょっと見ていこうかなと思っております。とりあえず今日はですね、この後パリシャルル・ド・ゴール空港からセルビア航空を使ってですね、はい、移動していきますので、まずちょっとホテルをチェックアウトして空港に行きます。ということで、パリ・シャルル・ド・ゴール空港到着しました。ホテルから20分ぐらいで来れました。朝早い時間だったんで、空いててね、料金も安かったですね。25ユーロぐらい。安くはないか。でも行きよりは安かった。それでこの後ね、エアセルビア、という航空会社でね、ベオグラード、首都の方にですね、移動していきます。で、飛行時間はね、だいたい2時間ないぐらいです。結構あっという間に着きますね。もちろんエコノミーで取っております。ただまだね、チェックインが始まってないですね。3時間前ぐらいかな。今カウンター見てるんですけど、なんでちょっと適当に時間潰してから行こうと思います。エアセルビアはアライアンスないんですよね。なんでステータスとか活かせないんですけど、ラウンジとか PP のやつがあるかな。なんか第2ターミナルなんかあるっぽいんですけど、ちょっとチェックインしていろいろやらないといけないんで、ちょっと待ちましょう。結構ね、このチェックインフロアにカフェとかお店がそこそこあるんで、朝早くからやってるし、ちょっとコーヒー飲みましょうか。お腹も空きました。今日ホテルの朝ごはん食べれなかったです。もう時間が早すぎて。こちらのカフェでちょっと時間を潰します。で、空港価格なんでね、高いっていうのもあると思うんですけど、ホットカフェラテとなんか揚げパンみたいなやつで、これで10ユーロでした。1700円ぐらいしょうがないです。もう分かった上で買ったんで。で、これから行くバルカン半島で、特にセルビアとかコソボとか、あの辺はですね、物価結構安いです。で、ホテルはね、ピンキリですね。安いのもあればみたいな感じなんですが、食べ物とかはもう全然フランスよりも、もうこの西側ヨーロッパのエリアに比べれば安いので、多分食事もね、美味しいと思うんですよ。ちょっとやっぱりトルコとか、あとイスラム系の、影響も受けてるんで、そういった変わった料理とかいろいろあると思うんで、今回の旅先で一番物価が高いのは今回フランスなんで、この後いろんな国もね、バルカン半島以外も行くんですけど、はい、躊躇なく買いました。この後 PP で入るラウンジあったら行こうとは思いますけどね、ちょっと何分お腹空いたんで食べます。いただきます。なんかチョコか。すごい甘いわ。今回行くセルビアは EU じゃないんですよね。なんで EU を出国しないといけないんですけど、日本人であればノービザで行くことができます。バルカン半島の国々は基本的に全部そうですよね。これなんでかっていうと、すごくね親日的な国々が多いんですよ。
であといろんな面で日本が支援をしてきたということで、セルビアもそうですし、セルビアとコソボはねすごい今もね仲悪くて戦争状態だと思うんですけど、両方日本が支援してるんでね、日本人は一応ノービザで入れます。あんま行く人いないと思うけど行ってみたかったんですよね。それではそろそろチェックインできそうなんで行きましょう。ということでチェックインが始まりました。エアセルビア初めてです。ということでチェックイン完了しました。特に質問もなかったかな。帰りの、日にち、何日間滞在するのと、チケット持ってるのかだけ聞かれましたかね。はい、なんでもう楽勝です意外と早かった手続きがね。でこの後出国して一応ね、シャルル・ド・ゴール空港第2ターミナル出国した後も喫煙所あるらしいので今確認しましたすでにタバコのことを気にしております。はい、なんで心置きなくね出国できます。であとちょっと時間があればラウンジ行きましょう。あと2時間ぐらいですかね。はい、じゃあ行きましょう。ということで保安検査は終わりました。結構混んでまして40分ぐらいかかってしまいました。でこの後 EU の出国ですよね。確か PP ラウンジが EU 出た後だった気がするんだよな。もう結構すでに疲れましたねまだ何もしてないのに。今調べたら同じ第2ターミナルでも E の方ですね。なんでちょっと自分がいるの D と B なんで、列車で移動すればいいですけどわざわざ行くのもちょっとめんどくさいですよね。なんでやめますか、普通に適当に過ごしましょう。スモーキングエリアはたくさんあるんで。この先でもうあれか EU 出国ですね。抜けた後もお店とかあとスモーキングルームあったんでもう出ちゃいましょうか。結構混んでるんだよな、スタバとかも。静かな場所で過ごしたいということで EU を出国しました。フランスのねこのイミグレEU から出る時のイミグレは日本人優先レーンありますね。アメリカとかイギリスとかと一緒に日本国旗あったんで、そこ行くと自動化ゲートで審査をして終わった後反抗みたいな感じでしたねなんで10秒ぐらいで終わりました。でまた実を言うとこの後ねいろんな国に巡った後またヨーロッパに EU の方に入るんですけど、もうスタンプがねちょっとやばいですね。ページのねそろそろ本当にやばい。10年パスポートまだ3年目ぐらいなんですけど、ラウンジ行かなかったんで水買おうかなと思ったんですけど、エビアンが 2.7 ユーロいくら500円ぐらい。でもそこまでアメリカのなんか1本1000円とかに比べればまだ。でもエビアンあんま好きじゃないんだよな。エビアンしかない。さすがフランスだ。コーラが4ユーロか 3.9。 ちょっと他のとこ行こうかな。フランスはヨーロッパきってのゲーム大国なんで、日本のプレイステーションがソニーのすごいね力が入ってるわ。ちょっと水だけ欲しいな。ここも高いかな。ここのカフェの方が高いわ。ここ1本エビアン5ユーロでした1000円だよね。で奥が喫煙。なんかラウンジ行かなくてもなんかラウンジみたいですね。この待合めちゃくちゃ綺麗だわ。電源もあるし、ここでいいな。なるべく喫煙所の近くで座っといた方が楽だ。ちょっと不本意だけど高いけど飲み物買いますか。1本買うと 2.7 ユーロだったんですけど2本買うと4ユーロだったんで2本買いました別にこんなこと報告しなくてもいいと思うんですけど、とりあえずちょっと喫煙所行きましょう。こんなに設備がいいとは思わなかったな。もうラウンジ行く必要ないよね。全部コンセントもテーブルもあるし Wi-Fi も早いんですよ。でもこの喫煙所のここにいたら最高ですね。もう勝ちですね。何が勝ちか分からんけど。喫煙所誰もいなかった。いいっすね。広いです。ちゃんとタイムテーブルもあるんでいい感じということで、早速ですねゲート変更と1時間のディレイになりました。9時半だったんですけどね、さすがです。1時間遅れるならターミナル移動して
ラウンジ行ってもよかったかなとは思いましたけど、もういいです。おとなしくまたタバコ吸って待ちましょう。それではボーディングが始まりました。今気づいたけど、俺15の D になってるな。座席指定した時9の A で、窓側にしたつもりだったんだけど、しかも俺課金したんだよな、1500円ぐらい。今気づいた。なんかムカつきますね。まあいいや。通路側ですね、これね。セルビア行きの飛行機がこんなに満席だとは思わなかったな。人いっぱいだ。それでは人生初のエアセルビア。もうボーディングゲートくぐって30分経つんですけど、なんでこんなに乗るのみんな遅いんだろう。異常に遅い気がするな。なんでこんなこんなこと今まであんまないな。多分あれなんだな、通路に塞いでそこでゆっくり荷物入れたりしてる人たちばっかなんですよ、きっと。やっぱりあれですね、日本感覚でいるとみんなバーッと早い。アジアの人たち結構早いじゃないですか。特に東アジアだと韓国とか中国とか。セルビアはきっとのんびりなんですよね。中東も結構のんびりだけど。ようやく飛行機の入り口まで来ました。あれですね、旧ソ連感があるような制服の CA さんでかっこいい。やっぱりそうですね、皆さんすごいゆっくり荷物を入れております。通路を塞いで全然進まないですね。ということで機内に入りました。本当は窓側だったんですけど、通路側なんでちょっと景色は撮れないですけど、初のセルビア航空エアーセルビア320のダッシュ200でかなり狭いです。もう LCC と変わんないですね。拳1個分ぐらいで、多分飲み物ぐらいは出るかもしれないですけど、基本的にはもう全部有料みたいな感じですね。荷物も有料です。有料でついてるやつか、何もなかったら7キロまでしか持ち込めませんね。でも見る限りみんな適当にすごい持ってきてますけどね。結構緩そうですね。とにかく遅いです、やることが。だいたいみんな乗ったみたいですね。隣はいなかったです。ほぼ満席なのにラッキーでした。はい、こんなちっちゃい飛行機なんですけど、客室乗務員の方がね5人乗ってますね。すごいたくさん乗ってます。すごいかっこいいんですよ、皆さん。超絶美人ですね。さすがセルビア美人と言われるだけあって、女性の方のもう顔がお人形さんみたいなザ金髪で色白って感じですね。最初はねビジネスクラスにしようかなと思ったんですけど、今回エコノミーでね3万4000円ぐらいで結構高いんですよね。そう LCC では一応ないんで、ビジネスが8万ぐらいだったんですよ。で見た限りさっき乗るとき見たんですけど、ヨーロッパによくある普通のエコノミーの席を分けて使うみたいな、1列を2人で座るみたいな感じのやつだったんでしょぼいですね。はい、それで8万9万ちょっと高いなと思ってやめたんですけど、セルビア行きの飛行機はねイージージェットとかウィズエアとかそっち使うと1万5000円とか2万ぐらいで行けるんですが、でも結局荷物入れると3万ぐらいになるんですよね。荷物なしで行くんだったらそっちがいいかもしれないですけど、便数は結構あります。でセルビア航空が一番というかフラッグキャリアですから、セルビアの。であとはヨーロッパ各国の飛行機ですかね。ポーランド航空とかエルフランスとか、その辺もオーストリア航空とかルフトハンザ、その辺もベオグラード、就航してましたね。ということで今ドアが閉まりました。この時点で1時間40分ぐらいの遅れです。あとはねソ連の影響を受けているということでウォッカ持ってますね。ミニボトルで6ユーロぐらい。セルビアの通貨はねセルビアディナールってやつのはずなんですよ。で大体1ディナールで 1.5 円ぐらいです、日本円の。昔っていうか2年前ぐらいまではね1ディナール1円ぐらいだったんで計算しやすかったらしいんですけど、今ちょっと日本の円安の影響でこの
末端の国の、通貨でもですね安くなってしまっているということで、だいたい例えばこちらの水が今300ディナールなんですけども、これがだいたい 1.5 掛けですね。450円ってことになりますね。はい、なんで物価はもしかしたら安いと思ってたけど、ちょっと日本より高いかもしれないな。確かジップエアとかでもペットボトルのお茶綾鷹1本200円とかですよね。確かね250円とかなんで、それより全然高いんでこのバルカン半島の小国で、経済的にも結構貧しい、日本と比べたらはるかにね、小さい規模の国よりも物価が日本は安いかもしれない。あとはですね、私のセルビアのイメージはやはりストイコビッチですかね。元名古屋グランパスで、最後監督までやってね、名将と言われた男ですよ。私現役のJ リーガー時代のストイコビッチの試合を見たことあります。名古屋グランパスの。すごいかっこよかったし、あれですね、伝説の男ですよね。彼が、旧ユーゴスラビアの、この、セルビア出身ということで、今年の10月まであれですね、セルビアのサッカーの代表の監督をやってたんですが、10月で俺はもう辞めるということで辞めたみたいなんですが、もう名古屋で活躍してた時の期間が長くて、もう超親日というか、ね、日本食大好きでみたいなのよく出ます。もう60歳なんですね。さすがにサッカーそんなに詳しくない人でもストイコビッチは知ってるって人多いと思いますけど、日本のね代表の監督やるかなと思ったんですけどね、やらなかったですね。まだやる可能性はありますけど、なんでこちらのバルカン半島系、旧ユーゴスラビア系の人たちはこの何々ビッチっていう名前の人が多いはずですね。下手したらクラス全員みんなピッチがつくみたいなの、なんか昔テレビかなんかで見た記憶がありますが、一般的な、名前なんですよね。セルビアは機材がエアバスの330とかあるんですね。あとはね、この、冊子というか機内紙も中国語表記があるんですよね。英語と、フランス語とセルビア語。中国の今、支配力というか影響力がすごいセルビアは強いので、中国語が結構優先されてる感じがありますね。それで今機内食が配られました。何にもないかと思ってたんですけど、エアセルビアのお水ですね。すごい、これは多分本当にセルビアの水ですね。とあとサンドイッチかな。めちゃくちゃお腹空いてたんですよ。今日の朝方食べた揚げパンみたいのしか食べてないんで助かりました。もう到着したらすぐなんか食べようかなと思ってたんですけど、ギリギリなんか持ちこたえれそうですね。ちゃんと配るんだ。中身はハムとチーズとピクルスですね。いかにもって感じです。断面はこんな感じで、ほとんど具は入ってません。ほぼパンですね。あまりにお腹空いたんでチョコを買いました。これで 2.5 ユーロ、500円くらいか。ということで1時間ぐらい寝ておりました。間もなく着陸ですね。ということでベオグラード国際空港到着しました。定刻の1時間半ぐらい遅れですかね。もう今昼過ぎぐらいですかね。フランスと、こちらのセルビア時差はないです。同じ時間ですね。すごい注意されてるのに中国人はもう
勝ち上がっていきました。今ようやくシートベルト取っていいのに、すごいな。Thank you so much。ということで、人生初めてのセルビアです。とりあえずすぐにイミグレーションですね。入国審査を受けます。ということで、人生初のセルビア入国完了いたしました。イミグレーションなんですけど、一応ね、自動化ゲートとかあるんですけど、日本人は使えません。なんかアメリカとイギリスとイタリアとかフランス人は行けるんですけど、日本はちょっと対象外ということで、友人の方でね、審査があるんですけど、質問もなく秒で無言スタンプで終わりました。でその後にちょっと面倒くさいですね、荷物検査みたいなのがありまして、で大概の人が開けられてましたね、荷物。自分は開けられなかったけど、それがちょっと、並ぶのがあって、で終わりという感じですね。で荷物が出てくるまでの間にですね、SIM カード買いました。ちょっとこの辺に画像出しておくんですけど、4日間で100ギガで500ディナール、750円ぐらいだったんで、もう即決で eSIM なんですけど買いました。そう私ね、iPhone17 Pro なんですよ。だからね、SIM カード、物理 SIM 入らないんですよね。SIM カードしか売ってなくて eSIM 全くなかったらどうしようと思ったんですけど、そしたらね、ウェブのやつを、アプリのやつ使おうと思ってたんですけど、普通に空港で売ってましたんで、しかも激安ですね。はい、それを買いました。であと現金もね、一応1万ディナールだけ今引き出しました。自分のカードからね。で手数料が300ディナールだったから、いいかと思って450円ぐらいかな。なんで1万5000円分ぐらい今持ってます。到着、フロアこんな感じ。ヤンデックス GO のアプリがやっぱ主流なのかな。いろいろあるみたいですけど、もうね完全にね雰囲気ロシアに近いですね。喋ってる言葉もそっち系に近いのかな。スパシーバって聞こえたし、一旦ちょっとタバコ吸いに、行こうと思います。ちょっとねタクシーの勧誘はすごいありますね。そんな寒くないな。パリよりちょっと暖かいですね。今タバコ吸いながらどうやって行こうか考えてるんですけど、バスで街まで行って乗り継いで行けば多分近くまで行けるんですよ。 Google マップとか全然使えるんで行けるっちゃ行けるけど、あとは配車アプリかな。電車とかはなくて、街に行かないとトラムとかないんだよね。地下鉄はもともとないみたいですけど、とりあえずホテルはもう、押さえてありまして、街の中心部のマリオット系のコートヤード、ポイント泊で取りました。2泊でね3万6000ポイントぐらい、結構安いなと思いました。でラスト1泊は違うホテル泊まるんですけど、合計3泊でこちらのセルビア、ベオグラードに、滞在する予定です。もう今日はこれで結構大部分終わってしまいましたんで、とりあえずホテル着いてちょっと休憩したいなというところなんですが、一応ねネットはつながってるんですけど、その配車アプリヤンデックスも、あとこっちのタクシーアプリもインストールしてるんですけど、全然うまく反応しないというか止まっちゃうんですよね。なんでちょっとホテル先に行っちゃった方が時間もったいないんで、ホテルの Wi-Fi とかで作業した方がいいと思うんで、もう高くてもタクシーで行きますか。一応1万円分ぐらいあるから行けるでしょう。本当はねアプリで行きたかったけど、そうこのタクシー会社のこのアプリ入れたんだけどな、ダメだったな。とりあえずもうタクシー乗りました。空港からその街のゾーンごとにもうこのタクシーの料金が決まってるらしくて、で今警察官の人が横にいて、警察官の人もグルなのか分かんないけど、一応いやもう3500ディナールで決まってんだって言うから、と思ったけど、よく見たら書いてあるわ。ゾーン2の場合は3500ディナールなんで嘘じゃないです。これが多分定価というか決まってるんですよね。人生初めてのセルビアです。久しぶりに初めて来る国に来た気がする。なんかワクワクしますね。すごいのどかですね。あと思ったよりあったかくて春みたいな感じですね。全然寒くない。街と空港が近いというか、10キロ15キロぐらいしか離れてないんですよね。
だけど電車とかはないんですよね。この国がその中国依存が強いとは今のところ分かんないですね。すごいのどかな、なんて言ったらいいんでしょうね、ソ連感のあるのどかな国って感じですね。ということで空港から30分ぐらいで着きました。街のど真ん中ですね。こちらのコートヤード、バイマリオットベオグラードシティセンターというホテルですね。はい、早速入りましょう。場所ど中心ですね。素晴らしい。結構人いますね。あとめちゃくちゃいい感じです。街が久しぶりにちょっとテンション高くなってます。あと女性がもう全員美しい。素晴らしい。食べ物もうまそうだな。めっちゃお腹空いた。とりあえずチェックインはしたんですけど、部屋の準備ができてないということで、多分ねアップグレードしてくれてるんだと思いますけど、10分待ってくれと言われました。結構民族的な伝統的なものもいろいろ売ってますね。ボヘミアン調のやつですよね。対応素晴らしいです。もう満面の笑みで丁寧ですね。はい、でちゃんと英語でやってくれるんで、結構飲み物とかもいっぱい売ってますけど、ラウンジはないですね。さっきの飛行機よりかは安いな。でもセルビアめちゃくちゃいいと思いますよ、これ旅行するのに。下手にイタリアとかドイツとかフランスより全然いいわ。過ごしやすそう。ということでチェックイン完了しました。部屋に行きます。204。角部屋かな。角部屋ではない。ここですね。はい、それじゃあ入ります。あれこれね、204だと思ったら206らしいです。これ外国あるあるで数字が分かりにくいよね、これ。入れました。ということで部屋に入りました。久しぶりになんか泊まるホテルの部屋の紹介の動画を撮る気がする。こんな感じですね。アップグレードはなさそうですね。はい、オールノンスモーキングのホテルなんで、タバコは外とテラスだけでと言われました。十分ですね。はい、部屋綺麗です。で、ありがたいっすね。ちゃんとウェルカムギフト、これチョコレートかなと、なんか小物とお手紙もで、あとウェルカムドリンク。景色はそこまでやかな。はい、この辺レストランとかお店は何でもありますね。あとよくある最近のパターンですね。セルビアもそうなんだ。水はね自分で汲んでやるみたいな。ボトルウォーター置いてくれないんですね。はい、であとはバスタブはないですけど、でもめちゃくちゃ広いな。トイレとシャワーですね。はい、素晴らしい。綺麗ですね。ピカピカだ。アメニティはありますね。ちゃんと歯ブラシとかカミソリも。すごいね。ヨーロッパ大体ないイメージだけど、素晴らしい。素晴らしい。ちゃんとなんか中国のスリッパみたいな厚底のやつですね、ありました。セルビアのお金はこんな感じですかね。一番大きいのが1000なのかな。5000もあった気がするな。はい、こんな感じ。割とね現金ですね。バスとかタクシーは結局現金みたいなんで、1日券とかバスのやつ買えばいいと思いますけど、 IC で乗れるみたいなクレカタッチとかはまだあんまないみたいですね。とりあえず無事にセルビアに入国してホテルまで
つけたんで、今日はこれでいいかなっていう感じですね。もうちょっと暗くなってきてるんですけど、まだね15時20分なんですよね。もうほんと日が短くて、そうでもさっきも言った通りね、全然今日食事とってないというか空港でパン食べたのと飛行機でパン食べただけなんで、めっちゃお腹空いてるんで、あとちょっと時差ボケが治ってきた感じがする。アメリカに比べたらやっぱりね、タイでワンクッション置いてからヨーロッパっていうのはすごく楽な気がしますね。タイで日本と2時間時差があって、でヨーロッパで、タイと6時間なんで、日本と8時間の時差なんですけど、こう刻んでるのと、8時間ぐらいだったら日本とねまだ大丈夫ですけど、アメリカみたいにもう真反対で、十何時間とかだとちょっとしんどいんですけど、今そんな眠くないので、はい、ちょっと取り戻してきてるというか、はい、体がちょっと馴染んできてますね。はい、せっかくちょっともらったんで、このファンタみたいなやつ飲みますか。ボトルウォーターないのがちょっとね寂しいね。水の方が欲しかったです。ファンタですねこれ。甘いね。これはチョコレートかな。もう最近こういうアメニティっていうか、こうウェルカムのやつもうあんま食べないんだけど、ちょっとお腹空いてるから食べるわ。チョコレートが6個。そんな美味しくないね。それでこちらのコートヤードホテル、レストランが2階にあって、こちらテラス席があって、でここでタバコ吸えるんですけど、衝撃の事実を知りました。今目の前にトローリーバスとか止まってますよね。あと街の方行くともうちょっとトラムとか、あと普通のバスも走ってるんですけど、今年の1月からね、このベオグラード市内の公共交通機関全て無料らしいです。だから誰が乗っても、外国人でも観光客でも市民の人たちでも何回乗っても、無料ということで、さっきね、ああいう一回こうバスとか乗るために現金でめんどくさいとか、タッチ決済できないとか言ったんですけど、そもそももうそういうのなくして、なんか渋滞とかがひどいので全部無料にして、交通をねこううまく整えようみたいな活動の一環で、今年の1月から全部無料らしいのでやりましたね。なんで気にせずに好き放題行けます。地下鉄とかがないんでね、なんか微妙らしいんですけども、全部網羅してるわけじゃないんで、ただで乗れるということで知らなかったです。あとですね、このホテル周辺にも何軒かあったんですけど、一応こちらセルビアね、カジノ合法国なのでカジノが24時間営業のカジノが無数にあります。なんで今からちょっと早いんですけど、ちょっとね飯を食いに行って、でちょっとカジノ行ってみようかなと思います。で明日はねちょっとメインの撮影をしようと思ってるので、次回の動画になると思いますけど、今日はちょっと軽めに街を見る感じで行きます。とりあえずですね、今夕方4時ぐらいなんですが、早めの晩ご飯をちょっと食べに行こうかなと思います。近くにですね Google 評価の 4.9 とかのお店があったんで、こちらの、セルビア料理が食べれるところちょっと行こうと思います。観光客メインのところだと思いますが、評価は高かったんで、まず一発目だから行ってみましょう。いいですね、雰囲気最高です。すごいおしゃれだな。やっぱりこっちの世界の方がいいですね。ヨーロッパは貧しいって言われてる方の方が絶対いいと思う。でホテルから歩いて3分ぐらいの場所にそのお店あったんで楽しみだな。おしゃれそうなお店がいっぱいあるな。治安も全然いいですよ。それはもうなんか下調べしてる時から書いてあったんですけど、フランス歩くより全然気が楽。コンビニみたいのもいっぱいあるしね。ここですね。このお店です。こういうハンバーグみたいな、これが人気なはずなんですよね。メインのセルビア料理、あとこのチーズのとトマトのサラダとかもすごい美味しいと思う。テラス席で案内されましたとか、私がこっちがいいって言ったんですが、すげえ平和な感じで最高にいいですね。おじいちゃんもタバコ吸ってますけど、で
ちょっと分かんないんで、いろいろ店員の人に聞いてから選ぼうと思います。やっぱめっちゃお腹空いてるからがっつり肉いきたいですね。で今ですね、優しいお兄さんに、おすすめを聞いたんですけど、このハンバーグみたいなやつのチェダーチーズが入ったやつ 250g、950ディナールなんで、1000円ちょっとですよね。でこれがこれかノーマルが一番出ると言ったんでチーズにしました。でサラダが、セルビア風のトマトとキュウリと玉ねぎとチーズが入った、サラダ、これが400ディナールで、なんか付け合わせのソースを選んでくれって言われて、これが一番おすすめだって言われたのに、クリームチーズホットペッパー&ガーリックソースが120ディナールで、キャベツとか玉ねぎとかなんか付け合わせマヨネーズとか、これは無料らしいです。なので適当に頼みました。で、ノーガスのミネラルウォーターが150ですね、500ml で、全般的にめっちゃ安いです。普通のお店でね、例えばさっきまで言ったフランスとかだと、もうドリンク1杯頼むだけでも1000円ぐらいしますよね。これジュースとかでも240ディナールだし、ビールも280なんで、かける 1.5、300円400円ぐらいなんですよね。でデザートも安いです。300とか400なんで、めちゃくちゃたくさん頼んでも全然お会計的には大したことないですね。でしかもクレジットカードも使えると言ってたんで完璧ということで来ましためちゃくちゃうまそう。 250g よりなんかあるような気がするな。なんかね、びっくりドンキーのハンバーグみたいなサイズですね。こう平べったくて肉々しい感じで、これがセルビア風サラダで、パンはね1個来たんですけど、なんか何個でもくれるらしいです。でこれはマヨネーズかな。でこの、みじん切りの玉ねぎとこのソースをつけて、あとこのキャベツですね。うわー、野菜も取れるし最高っすね。やばい、めちゃくちゃうまそう。やばい、めっちゃうまそう。すごいテンション上がってきた。あ、すごい、これめっちゃチーズ入ってる。うわー、これ超うまそう。やばいあ、ハンバーグかと思ったけど肉にもなってるのか。なんだこれ。うわー、超うまそう。熱々。肉々しい、超うまい。バカうまい。これ無限に食えるな。見てください、こんな感じ。チーズもたっぷりだし、でもそんなにしつこくないですね。さっぱり系だけど肉々しい感じのお肉。やばい、超うまいわ。セルビア最高だねこれ。うまっ。あとサラダすごいたっぷり、チーズ。美味しい。すごいシンプルな味付けですね。レモンとかオリーブオイル。うまっ。パンやばいねこれね。なんか自分で切れ目を入れてハンバーガーみたいにして食べるのもいいみたいですね。なんかみんなそうするみたい。なんかフォカッチャみたい。いただきます。うまっ。すごい、なんかポン・デ・リングみたいにもちもちだ。これも無限に食えそう。なんか野菜をこうやって挟んで食べるだけでももうこれで十分うまいと思うな。俺野菜サンド大好きなんですよ。うわー、これいいね。うまっ。正直フランスよりうまいわ。いや、来てよかったなセルビア。明日ね、もうちょっと詳しく街見ますけど、食事面では完璧ですね。あと日本食もあったりするんで、これ毎日だと多分飽きるんですけど、よかった。当たりだ、この店超うまい。はい、ということでめちゃくちゃ美味しかったです。もうお腹超いっぱいになりました。合計でね、お会計が1770だったかな、だったんですけど、なんかおじちゃんが1500に割引してくれました。どこから来たって言われたから、
日本って言ったら「おージャパニーズ!」って言ってで270ディナール割引してくれたんだと思います。自分で計算したよりは安くなってました。はい、ということで大満足です。今日はまだ眠くないんで元気あるんでちょっと街歩きましょうか。もっと寒いと思ってたからな。こんなになんか日本の秋みたいなめちゃくちゃ気候がいいですね。皆さん格好はね結構寒そうな格好してるんですけど、厚着の自分はそんな寒くないですねまあ明日も一日結構歩くんですけど、この通りですね、ホテルのほぼ目の前、すごい広場がにぎわってます。みんなあれなんだ、外食すごいするんだね。家族とかカップルとか友達同士でテラス席で食べてる人が多いですね。ここか、迷ったんだよな。最初ここに泊まろうと思ったんですよ、ホテルインディゴ IHG の。こんなとこにあるんだ。結構ここも安かったんですよね。2万円ぐらいだったかな。でポイントだと3万ポイントとかぐらいだったから結局コートヤードにしたんですけど、だいたいこういうメインのとこ歩くとユニクロとか無印あるんですけど、海外来てもないですね。 H&M あったけど日本食は結構あるんですよ。ただやっぱチェーン店的なものはセルビアあんま進出してないのかな。共産圏に来るとよく栗を売ってるんですけど、これも栗ですね。パリでも見ましたけど、すごい焼き栗のいい匂いがします。全然アジア人はね少ないんですけど、でもね中国人がちょいちょいやっぱいるわ。日本人は全然いないと思うけど、セルビア在住日本人なんか300人ぐらいしかいないらしいんですよ、全部で。中国人は相当いると思います。ずっとベラベラ喋りながら動画回しながら歩いてるんですけど、この通りどこまであるんだろうすごい長いですね。セルビアにちょっと恋をしましたこんなに居心地がいいとは思わなかった。セルビアの人たちの平均月収が6万円とか10万円以下ぐらいなんですよね。だけど全然セルビア人の人たちの方が幸せそうに見えますね。どこまであるのこの繁華街というか、どこ行っても同じぐらい人がいるな。マジでみんな可愛い子ばっかり見てしまうな。この通りは全然あれだ、その中華街みたいなチャイニーズのお店そんなないね。だから今んとこ見てないな。住み分けしてんのかな。すごいなんか熱唱してる人がいるし、あとこれがショッピングモールですかね、ショッピングセンター。みんな超楽しそう。なんでこんなに若い子たちばっか集結してるんだろう。やることないんかな。すいません、勝手に映しちゃってるけど、マジでみんな美人多くないですか。スタイルもいいし顔もなんかみんな整いすぎてる。羨ましいな。ブサイクが目立つ俺が。とりあえず詳しくはまた明日後日ですね、別の動画で街をしっかり見てみようと思います。で今からちょっとカジノ行きましょうか。カジノ行ってコーヒーでも飲みながらちょっとゆっくりしたいです。皆さんもこれ伝わるかな。この旧ソ連間というか、もともと社会主義の国でしたから、すごい雰囲気がいいね社会主義の国ってなんか雰囲気いいんだよな。これ言うとなんかまた俺売国奴みたいに言われるかもしれないけどねえ、いいね。撮影しててちょっとほんと気が散っちゃうぐらい美人な人が多くて、あとね太ってる人が少ない。男の人は結構なんかでかい人多いんですけど、女性の人みんなスタイル抜群で身長もありますよね。
ほんとセルビア人っていうか、この民族の人たちが集中してるというか、日本もそうじゃないですか。だからなんか治安とかそういうのも良さそうっていうか、いいのは間違いないですし、不良が少ないなんて言ったらいいんだろうね。なんかそういう人たちが少ない感じです。みんななんかもうセルビア人だけみたいな感じ。本当は違うとは思うんですけどね。ここ最近行った国の中で一番楽しいわ。この新たな新しい国っていうのは全然来てなかったから、ここのレストランもなんかおしゃれですね。夜いいですね。すごい。でしかもね、高くないっていうのが値段が強気で注文できますよ。私はもうめちゃくちゃ金がないわけじゃないですよ。ある程度昔よりかはあるんですけど、でもそれでもやっぱりなんかフランスとか行ってもこれで1万かみたいな感じになっちゃうんですけど、強気で好きなもの食べれる。しかも美味しいし、こんなに発展してるんだ。でも建物は結構古いんですよね。そのなんかギャップがいいというか、すごい人めっちゃいるわ。一番栄えてるとこだから。すげえいいな。セルビア超いいな。あとやっぱ戦争の影響があったのか、若い子たちが多い気がするな。男女ともにイケメンもめっちゃ多いな。なんでみんなこんなスタイルいいんだろう。なんかヨーロッパ行くとやっぱ私みたいに太ってる人も結構いるんですけど、全然いないね。みんなめっちゃ身長高くて痩せててムキムキで、女性はもうモデルみたいな人ばっかで、なんでなんだろう。すごいな。皆さんあとおしゃれですね。服装がずっと歩けるわ。このスタバもいいですね。外のテラス席があってタバコも吸えますね。スタバはこういう字なんですよね。マトリョーシカ売ってるわ。さすがロシアの影響を受けてるだけありますね。なんかモスクワを歩いてるのとなんか錯覚するな、雰囲気的に。ロシアがもうちょっとまともなというか、ああいう体制じゃなくなったらきっとこんな感じになるんだろうなみたいな。西側の文化もいっぱい入って自由になってみたいな感じかなと思いながら歩いております。それではこちらのカジノ、ここスロットしかないのかな。一応入ってみましょうか。18歳以下は入れないんですけど、行ってみます。ということで今カジノ行ってきまして、1万ディナール勝ちました。はい、なんで1万5千円ぐらい、ちょうど飯代とか滞在費がチャラになるぐらいかなって感じですね。もうちょっとかかるか、滞在費は。なんで楽しめました。はい、儲けるというよりも。なんで投資金額ほんと数千円だったんですけど、これでちょっと時間潰しと、カジノができたっていう楽しんだ時間が確保できてリフレッシュになりました。楽しかったですね。これ今なんかサッカーのやつで、なんかかけながらやるやつなんですけど、撮影していいらしいですよ。写真とか OK って言ってたんで、はい、とりあえずこんな感じでした。今日は心地よく寝れそうです。ちょっと飲み物買っていきましょう。全然安いね。ファンタ1本90ディナールとか安いわ。2リットルの水で、さっきこれお店で飲んだやつだ。これ1リットルか 1.5 か69とかですね。ペプシも74ですし、安いな。買わないですけど、オレンジジュース 1.5 リットルで191。
それでホテルに戻ってきました。さっきねローカルなスーパーで買い物して、これ全部で420ディナールだったんで、まあだいたい600円ぐらいっていう考えでいいかな。まあ日本とどうだろう、同じかちょっと高いかな。でもヨーロッパにしたら破格ですよね。で行きの飛行機セルビア航空の中で私これ買ったんですよ。このチョコなんちゃらってやつ、なんかチョココーンスナックみたいな、これめっちゃ美味しかったんで買いました。これセルビアのお菓子だと思います。であとこれもねすごい飛行機の中で売ってたんですよね。ちょっと気になったんですけど、自分のところに来るまでに売り切れてしまったんで、スーパー行ったらあったんで買ってみました。これね、なんかやたらセルビア航空の飛行機の中でなんか食べてたんだよね、みんなが。これとコーヒーと一緒に。ちょっと気になったんで、なんかカロリーメイトみたいなやつなんかな。ああ、こういうタイプか。一回開けたら食べきらないといけないようなやつだな。あ、すごい甘いミルクの匂いがする。ビスケットみたいです。ビスケットですね。きっとジョコビッチとかストイコビッチもこれを食べてるはず。ビスケットですね。口の中の水分が全部取られるやつ。でも素朴で美味しい。これがセルビアのきっとお菓子ですよ、代表する。ということで今回こんな感じでですね、フランスのパリからセルビアベオグラードね移動編と、到着、初日のね様子をまとめてお届けしました。次回ですね、本命のベオグラード1日で滞在してその様子をまとめてお届けしたいと思いますので、今回の動画はここで一旦終わろうと思います。皆さんよろしければ感想をコメント欄に書いていただいて、高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは寝ます。おやすみなさい。